ツリーハウスの醍醐味っていうか、枝を利用した形で空間を作ってます。全部落としちゃっていいよ。はい、落としました。ロープで引っ張って。はい。その現場合わせですから、思いがけない形にはなってるわけですよね。これは本格的にもうツリーハウスっていう形で空間が空いてるところに最終的な小屋を設けるんです。もう一つはこことこの吊り橋のような感じで、ステージを少し作って登って吊り橋を渡るという。はい。はい。はいはい。第1弾目の、ステージの骨組みができたんで、次は天場を張っていきます。2段目のステージを作るために今柱を付け足してます。股を利用した形で抑えられるかなと思って、ちょっと股が当てにしてた股が枯れてたりなんかしてたんで、柱を伸ばして柱に組むような形で一応作ってます。はい。来て本当に設計書っていうのはないんで、枝がどういう形でどうだと組み合わせはもう現場で合わせていくしかないんで。次はちょっと2段目の、ステージに行こうと思ったんですけども、下がちょっとグラウンドが高低差が非常に。だから下でもグラウンドのちょっとデッキを作ろうかな。これ最初に当初予定なかったんだけど、やんないとちょっと登りにくいのと、バランス的にも不安定な感じするんで。第2ステージの骨組みができたんで、天場を張るっつうのと、一番てっぺんの骨組みをやっていきます。1段2段は一応下からの櫓方式で形的に正方形。これがちょっと本格的なツリーハウスの枝を利用した形で、幹を利用した形で結束していきます。これがツリーハウスのね、醍醐味っていうか、枝を利用した形で空間を作っていくやつです。
れでマイブロックでこう。はい、いいよ。せーの、はい。せーの、はい。はい。はい。ゆっくり下ろします。はい。いいよ。全部落としちゃっていいよ。はい、落としました。落とした？はい、フリーです。はい。今度向こう。向こうね、ベランダで。今第3ステージの骨組みができましたから、そこに上に乗っかる小屋を作りたいと思っております。一番てっぺんはもう小屋の中から景色を見るという形で一応作りたいと思っております。一応円形にしたいんで、一応コンパネでこうやって曲がりが利く自在コンパネを使います。よいしょ。屋根を一応人工芝で、いつもの人工芝でやるんですけど、今回ちょっとこのカラーの人工芝がこうやってあったんで、今回ブルーに。今回なんで緑にしなかったんですか？いやいや、ちょっとやっぱり第一の印象がこの時計台があるんで、ちょっとそれに近づけたって感じで。時計台とちょっと色味合わせるような。そうですね。時計台との雰囲気でいこうかなと思って一応青にしたんです。結構ね、白と青が混ざってるやつ、スカイブルーでちょっと感じがいいんじゃないかなと思って。ペイントは全体的なイメージは白で、そこにちょっといろいろうちの美術スタッフちょっと描いてもらおうかなと思ってます。
ハウスが完成したんで、上にして上げちゃいます。これどうやって上げていくんですか？今上に枝折りをして滑車をつけたんで、それで引っ張って、じゃあロープで引っ張っていく。ロープで引っ張って、はい、いきます。せーの。はい。せーの。いいですか。はい。せーの。ストップ。せーの。ストップ。はい、緩めて。動いた今。緩めて。横からも見たけど、大体大丈夫。あ、今はい数値的にも大丈夫そうだったので、ありがとうございます。金井さんこれなんとか乗りましたね。あ、乗ったね。まあ一応ね、ここ空間空いてるのここだけなんで。じゃあ位置もここでってことなんですか？位置もここで固定して。そう、もう。まあここの部分はちょっと広くフロア取ったんですけど、まあちょっと狭く柵は木を活用して、このぐらいの足場作んないとちょうど空間ができなかったんで、裏手に回れないような感じで、これはもう固定しちゃうんで。これから柵を安全策やっていきます。で、一番グランドステージのデッキの場合はこれ柵は作りません。1番目はちょっと2箇所ぐらいちょっと階段で上がれるようにして、で2段目は全部囲っちゃいます。で3段目は柵を全部張っちゃいます。あと各ステージにはしごをつけて、これでほぼ終わりです。ワンステージに上がるのは可動式、いつ子どもたちが勝手にはしごを取り外す式ができるように、遊ぶときに先生がかける。そうですね、かけて登らせる。普段はちょっと自由に登ってはいけないという感じになります。はい。
しょ。バッチシバンバン。これで一応、クスノキのツリーハウスは完成しました。6メーターぐらいは一応あります。ツリーハウスのポイントっていうのが、やはり木自体に傷はつけられないんで、つけちゃう場合だったら一番楽なんですけども、まあ、木の形を見ながら柱が入って、空間を作る。まあ、我々の子供時代は、それが一つの遊びになってたんで、だから別にツリーハウスっていう言葉じゃなかったんですけど、まあ山入って竹と組み合わせたり、もう秘密基地みたいな感じで、やっぱし登るだけじゃなくて小屋っていうものをちょっと存在を打つと、ちょっと秘密基地のような感じするんで、はい。ただやっぱしね、子供たちが乗るっていうことの安全性、できるだけ転倒しないようなもの、という形でやりましたから、ちょっとごっつくなってる感じがありますけど、木の形とかいうのは現地で測ったわけじゃないんで、どうしても枝が邪魔になったり、何々で、やっぱり角度を変えて、っていうのはいろいろ、もう、臨機応変で現場合わせでやらないと、こういうのはできない。うん。その現場合わせですから、思いがけない形にはなってるわけですよね。だからそこがやっぱりお客様がそれを認めてくれて、まあそういう作りになるわけですね。はい。クスノキの方のツリーハウス一応完成しまして、次こっちに入ります。こっちはユギの木を2本使った形で、ちっちゃなツリーハウスで吊り橋をかけて、それでそういう形のものを作ります。